んにちは、西田夏美です。どうも、飯村優太です。私、1、2ヶ月ぐらいずっと腰がやべえっていうことを言ってるじゃないですか。はい。何をしても良くならないんです。寝方を変えても、ヨガをやっても、全然良くならない。今日は、飯村さんに、現場でこのポーズをとってみせたら、よしって立った状態でやったら腰にビキッってきて、あーってなって。何もよしじゃない。何も良くなかった。なので何が悪いのかな？一日の大半を過ごしているデスクチェアがもう8年9年使ってて、それなのかなとか、いろいろ考えていたところでですよ。今回なんと、デスクチェアいただきまして、よっやってくれよ我々、映ってないんですけど、ニアハブさんからデスクチェアいただきまして、今日はまず開封しましょうということです。はい。完成しました。ありがとう。大変だったね。ちょっとだけね、最初座ってみます。よ今ちょっと試しに座ってみて、ファーストコンタクトというか、感触を感じたところで、1週間これを実際にデスクの作業の時に利用して、レビューの方を喋っていきたいと思います。はい。商品ページとかだとなかなかわからないようなこととかも忖度なしで喋っていきたいと思いますので、この椅子がどんなもんかなっていうのはわかると思いますので、この後も引き続きこちらの動画を見ていただければなというふうに思います。座ってみなよ。ここ高いのいいよね、ここ。玉座みたいなんだ。というわけで、私たちは1週間後に飛びますぴょんとというわけで、1週間が経ちました。はい。どうですか？ 1 週間その椅子と共に生活してみて。1週間前の動画で、この椅子の具体的な情報を喋っていなかったなっていうことに今更気づきまして。ほう。値段とかね。ほう。椅子多分値段わかんないと、あ、そういう感じかってピンときづらいと思いますので、ニアハブさんの EC 店っていうこちらは39,100円。定価そんな感じです。はい。安くもなく高くもないぐらいなのかなと思ってる。で、あと、私は今黒に座ってるんですけど、これもう一色展開があって、赤、くすみカラーみたいな赤のやつがあったんですけど、まあうち、飯村さんも使うし、あと結構ね、部屋が暗いんですよ、色味が。だからちょっとまあ黒の方が合うかなと思って黒にしたんですけど、そのお値段の椅子が果たして本当にそのお値段に見合う性能をしているのか？まあ一週間私はいろいろ喋ることをメモにしたんですけど、いいとこばっか喋っても探してる人からしたらさ、実際どうなんってなるじゃん。から結構意地悪くダメなところも探したんですけど。演出家って人のあらを探す仕事ですからね。本当性格悪い仕事ですからね。そうなんです。なんですけど、今んとこ一週間使った上での不満はなかった。結構探したけど。ほう。1日どのぐらいその椅子の上で生活してるんですか？8時間は絶対座ってる。プラスでわーってなってる時とかはもっと座ってる。ということは少なくとも56時間以上をその椅子の上で過ごしたと。普通の人が会社で椅子に座ってる時間ぐらいは絶対座ってる。ただまあ、文句ないって言ったけど、じゃあこれが3年ずっと座り続けたらどうかはちょっと今はわかんない。3年経ったら西田さんもどうなってるかわかんないですからね。椅子に座れないかもしれない。腰が痛くて。そういえば腰痛いっつってましたけどどうですか？痛くない日ができた。今日も痛くなかった、あんまり。すっきり全開っていうわけじゃないけど。ただそれが椅子なのか、他の何か要因なのかが、それぐらいだとちょっとわかんないけど。腰が悪化してないということは負担はかかってないということですね。悪化はしてない。背もたれが首まであるんですよ。だから、あんまり前傾姿勢にならなくても、作業によるんですけど、ここに一応寄っかかってやるっていうことができるのね。やっぱりこの前傾姿勢が一番腰に負担がかかるじゃない？で、肩もダメだし、バキバキになるし。で、あとは S 字っていうか、人間の背骨の形に合わせた感じになってます。人間の負担が一番少ない形でここをサポートしてくれてる。背中これ上まであるの本当に私感激で、よいしょ。デスクワークの人って何が一番大きい仕事かって、椅子に座ることなんですよ。ほう。そこが一番やっぱハードルが高い。特に家でやってる人は。できればさ、離れたくないわけ。一回ここに座るっていう大きい仕事をしたから、ここで休憩して、よし、休んだって言って、パソコンに向かえるのが理想だと私は思っているから、ここで一旦、ふーってできるのは、
いい。移動距離をね、最小限にしたいっていうことで、そこから動きたくないってことですね。一回離れたら、ちょっと休もうかなとか、食べようかな、なんかしようかなって言って逃げるんです、人間は仕事から。一回そこを離れちゃったらもう仕事したくねえモードに入るってことですね。みんなそうじゃない？いや、わかんないです。あともう一つは、椅子から離れたとて、こうやって行って、スッ、スッって行くのが、すごく楽になった。クッションもすごい、ちょうどよく、柔らかすぎず、硬すぎず、ちょうどいい反発で来てくれます。大きい人だと座るのしんどい、立つのしんどいみたいなことあるんですか？座面がね、結構広いの。内側にこう、あんまりカーブもしてないから、私のお尻も、そんなにキュッてこう、窮屈な感じはしないんですよ。うん。多分、座面一杯割と使える感じがするから、男の人とかでも全然座れると思う。割とゆったり設計に感じる。はいはい。で、もっと言うと、ここの肘掛けが折りたたみして、こうやって、そう、バザーイして、こうやって上に上げると、もっと広々使えるかも。これ90度可動っていうことですかね。そうですね。で、見てもらうとわかる通り、背面のここの部分も結構ゆったり設計なんですよ。うん、でかいですね。そう、幅がね。で、メッシュになってるんで、暑がりな人とかね。あと夏とか、私夏結構椅子座ってるとさ、汗ってなるんだけど、ここが風通しがいいと全然違うと思う、背中って。ちょっと手後ろに回してみてください。ああ、メッシュ。背中メッシュなのは地味に嬉しいよね。うん、濡れないようになっているということですね。そうそうそう。で、ここでね、椅子の高さ調節できて、私は今一番低い状態にしてあるんですけど、男の人が使うときは全然高さも高くなって使いやすいと思います。逆に女の子が足つくか問題みたいなのがあって、私が157だから、150センチ前半の人とかもしかしたら足長くないとちょっと厳しいかもしれないかなと思う。けど、私は個人的には足を乗せる場所って椅子じゃなくって別で買った方がいいと思っているタイプなので、機能がいいやつっていっぱい出てるから、正直椅子についてるともうそこ固定になっちゃうけど、別で買えば別でも使えるから、足乗せる場所は自分でいいのを選んで買った方がいいと思います。という感じで1週間使ってみての感想はそんな感じかな。じゃあ僕から一ついいですか？はい。よりの絵撮ってて思ったんですけど、足キャスターじゃないですか、それ。コロコロ。それはどうなんですか？僕ね、個人的な経験としてね、あんまりよろしくないキャスターの椅子すげえイラッとするんですよ。今んとこは結構静かだなって感じます。スムーズ。今んとこはね。ただキャスターってさ、やっぱり経年劣化というかさ、重さもかかるし、それで多分ダメになっちゃうとか、まあ多少ゴロゴロって音がするようになるとかはあると思うけど、今の時点では気にならないかな。すごく静かだと思う。ちょっとそのままこっち来てみてくださいよ。違う、椅子ごと椅子ごと。いや、これ静かだって伝わんねえんだよ。しかもうち何も敷いてないから、まあキャスターは滞りなくスムーズであると。全然わかる。引っかかるやつあるよね、なんか。そういうのは全然ないです。なのでオフィスチェアでも使えると。もちろん。デスクの端から部長の席まで行けちゃうと。それ部長に失礼じゃない？椅子に座ったまま。その人がどんなポジションかわかんないけど。じゃあ、一つだけ僕目線で言うなら、あなたそんなに感じてないかもしれないですけど、組み立てだけね、女の子一人だとしんどいかも。ちょっと思ったよ、私も。でもなんか、どんなものもそうなのかなと思って飲み込んでしまった感はある。六角でネジ締める時の力とかね、うん、握力がちょっと弱い女の子にはしんどいかもしれないし、まああとは固定して締めなきゃいけなかったりとか。なので、そこはね、もし何人かでワイワイ楽しく組み立てられるなら、そういうレクリエーションの一環として椅子を組み立ててみるのもいいんじゃないでしょうか。まあ可能だったらね、確かにもう一人いた方が、家具とかって何でもそうなんだと思うんだけど、組み立てやすいかなとは思います。ただね、工程はマジで少なかったね。椅子だし。だから、一人で無理なことはないけど、大変だから、可能だったら誰かいた方がいいかもしれん。それがね、新たな絆を生むかもしれない。この椅子から何かが生まれるかもしれない。というわけで、ニアハブさんの EC10 というデスクチェアについてレビューをしてまいりました。はい。商品ページが多分概要欄かどっかにあると思いますので、もし興味を持った方いらっしゃいましたら、よかったら覗いてみてください。なかなかコスパ良好だそうです。コスパいいと思いますよ、本当に。めちゃくちゃ椅子に課金するのはちょっと、でも腰痛くしたくないしっていう人にちょうどいい価格帯だと思います。腰はね、痛めちゃったら終わりですから。
本当にそれ。追加で何かご質問ある方いらっしゃいましたら、コメント欄とかに書いていただければご返信いたしますので遠慮なくしてください。これからこのチェアはね、我々の仲間になりますんで、仲良くやっていきましょう。まあ僕もそのうち座ってみたいと思います。今日にでも座ってほしいぐらいなんだけど。この動画良かったよという方は、チャンネル登録高評価よろしくね。また次の動画でお会いいたしましょう。またねー。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。